皆さん、こんにちは。やぶ基礎デッサン講座の藪下です。基礎デッサン初級編第20回目の1は、粘土でピーマンのデッサンをします。粘土を使ってピーマンを作るのは彫刻の部類になると思いますが、今回はデッサンという言葉を使っていきますね。粘土を使って立体的にピーマンをデッサンすることは、通常の画用紙と鉛筆を使った平面的なデッサンとは、一味も二味も違って意外な発見もあり面白いものです。皆さんは画用紙に描く平面的なデッサンと粘土を使う立体的なデッサンでは、ピーマンに対する見方の何が一番違うと思いますか？決定的に違うことが一つあります。動画を見ながら何が一番違うのか考えてみてください。ピーマンはこれですが、最初にピーマンをいろいろな角度から観察します。ピーマンの形や色や構造や手触り、重さなどを理解している方が確実に良いデッサンが描けると思います。いつも通りの準備運動です。藪下が使った道具と材料の説明をしておきます。1は回転台です。制作板を回転台の上に置いて、くるくると作品を回しながら制作するためのものです。2は今回使った土粘土です。3は作品を支えるための支柱です。4は制作板です。5は粘土の芯になる心棒です。この心棒に粘土をつけていきます。6は支柱と心棒を固定するナイロン紐です。7は粘土ベラです。粘土ベラは竹の割り箸の先端をサンドペーパーで丸めて自作したものと、以前に100均で買ったヘラです。皆さんも必要であれば作ってみてください。この画像にはありませんが、ステンレス線を U の字に曲げて棒に固定した自作のかきベラも使っています。今回は粘土で立体的にピーマンをデッサンするのが目的ですから、指だけで作っても OK です。藪下は動画撮影の都合上、支柱を立てて土粘土を使っていますが、皆さんは紙粘土や石粉粘土や100均で売っているソフト粘土などを使ったらいいと思います。支柱も必要ないですから手に持って作ってください。ただその場合、一気に粘土を完成時の大きさにするのではなく、一回り小さく作って、そこで一旦粘土を乾かして固めてしまいます。そしてその固まった粘土の上に最終的な形を作っていくと、手に持って作っても作りやすいです。制作時間は2時間でした。また動画の再生速度は5倍速にしました。それではピーマンの粘土のデッサンを始めましょう。心棒に粘土をしっかりとつけていきます。ナイロン紐の隙間に粘土がしっかり食い込むようにつけます。回転台をくるくると回しながら、大まかなピーマンの形になるように粘土をつけています。ピーマンの付け根のヘタの中心に印を取り、形の割り付けをヘラで描きます。割り付けに従ってこの字型の形を大まかに作ります。下側の形は見づらいですが、下から覗き込むようにして遅れないように作っていきます。付け根のヘタの形を描き、くぼんだ形を作っています。ステンレス線を U の字型に曲げたかきベラを使っています。このようにピーマンは3つのこの字型の形からできています。
上のコの字型の形の横を向いている面です。上を向いている面です。反対側の横を向いている面です。この3つの面に着目して形を大掴みします。他の2つのコの字型の形も同様に考えます。横を向いている面、下を向いている面、反対側は見えませんけれども横を向いている面です。こちらも同じことです。縦方向も同じことです。上を向いている面、前を向いている面、反対側の後ろを向いている面です。面の境目の両線は立方体のようにピン角になっているわけではありませんが、基本的に立体的な形はこの字型の3面を一組と考えると形が理解しやすいです。この小さな形も同じことです。上を向いている面、前を向いている面、下を向いている面です。立ち上がりの面、前を向いている面、反対側の面です。境目の両線は斜め向きの面があります。デッサンを進めるにつれて自然な感じになるように斜め向きの面も作っていきます。この字型の3面を意識して形を作っていきます。回転台を動かしながらいろいろな角度から形を検討して作っていきます。ある部分の形を作るときも少なくとも2箇所の視点から形を確認すると良いと思います。前から見て形の広がりを確認し、横から見て形の奥行きを確認するという感じです。下側はとても作りづらいですが、覗き込むようにして作っています。いつものデッサンと同様に全体が同じ完成度になるように進めることも大切です。後ろの形も面の向きを意識して作っています。形を作るときは両を縦断する方向と横断する方向の両方の形を確認しながら作ります。
また慣れない間は出っ張っている形にばかり注意が行きがちですが、くぼんでいる部分の形にも注意を払います。全体の大きな形から浮き出さないようにして細かな形も作り始めます。後ろのこの部分もこの字の形が3つ集まってきて形の密度が高まりますから、とても作りがいがあります。ヘタの形を作っています。ヘタの部分は筋模様が多いですが、あくまで模様ではなくくぼみの形を意識して作ります。谷間の形も同じ強さではなく変化がありますから、見逃さないように作ります。形の小さな起伏や面の向きの変化も作りながら、ピーマンらしさにつなげていきます。
このぐらいで完成にしておきます。はい、皆さんいかがでしたか？今回はピーマンをモチーフに粘土を使った立体的なデッサンをしました。通常のデッサンは縦と横の2次元の平面に一方向から見たピーマンをデッサンするわけですが、縦と横に奥行き方向を加えた3次元の空間に粘土で立体的なピーマンをデッサンすることは、ピーマン全体の形やそれが置かれている空間を理解するのに役に立つのではないかと思います。ここで最初にした問いかけですが、いかがですか？皆さんは画用紙に描く平面的なデッサンと粘土を使う立体的なデッサンでは、ピーマンに対する見方の何が一番違うと思いますかという問いかけでした。通常のデッサンでは書き出す前にピーマンをいろいろな角度からしっかり観察しますが、実際に描くときは一方向から見たピーマンの見え方を検討します。それに対して粘土でデッサンする場合は、ピーマン全体を作るためにピーマンも粘土作品もいろいろな方向から見て形を検討するという違いです。画用紙に描くデッサンは3次元のピーマンを2次元の画用紙にそれらしく表現するという難しさがあります。その時の難しさの一つは、奥行きの空間、ピーマンという実空間とピーマンの周りの何もない虚空間を表現することではないかと思います。この奥行きの空間に対する理解力を高めるのに、今回やったような粘土によるデッサンというのはとても役に立つのではないでしょうか。今度は皆さんが粘土でぜひピーマンを作ってみてください。ピーマンそっくりにうまく作る必要はありません。とにかくいろいろな角度からピーマンの形を検討して立体的なデッサンを体験することをお勧めします。皆さんにとって未知の感覚的な発見があるかもしれません。それでは今回の要点をまとめます。今回の要点は2つだけです。1、立体デッサンの場合はいろいろな角度から見て形を検討する。少なくとも前から見た形の広がりと横から見た形の奥行きの2つの視点で見ることをお勧めします。2、この字型の3つの面で考えて形を理解する。この字型の3つの面で考えることで、向かい合う面が関係づけられ、形がより強いものになります。はい、皆さんお疲れ様でした。粘土を使ったピーマンのデッサンの説明は以上です。次回の初級編第20回の2はいつも通りのピーマンの鉛筆デッサンをします。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお願いしますね。それでは今日はこれでおしまいにします。また次回の動画でお会いしましょう。皆さんごきげんよう。